どうもリュウクです。今回はこのユニクロのファンクショナルバックパックについてレビューしていきたいと思います。この製品は結構前に出たんですけど、ずっと気になっていて店頭で何回か見ているうちに結構欲しくなってしまって、僕はこのブラックのモデルを買ってみました。結論としては値段以上の価値は間違いなくあるなという感じなので、使っていて良かった点、ちょっと気になるなと思った点を話していこうと思います。それでは行ってみましょう。まず最初にこのファンクショナルバックパックについて簡単におさらいしておきます。ファンクショナルバックパックは軽量で耐久性のあるポリエステル素材を使用した24リットル容量のバックパックです。立体的なスポンジ材が入ったショルダーストラップにより重たい荷物も快適に持ち運び可能で、外側両サイドには水筒や折りたたみ傘などを収納できるポケットがあり、中には15インチまでの PC を収納できるスリーブが内蔵されています。シンプルな見た目と厳選された機能でカジュアルやスポーツ、アウトドアなど様々なシーンで活躍するバックパックです。それではまず最初に良かった点から話していきます。まず1つ目の良かった点は、このフロント部分のポケットが非常に使いやすいという点です。バックパックのフロントコンパートメントのポケットって結構マチが薄くてパツパツになっているものが多いんですが、このバックパックはこの真ん中から入れる部分と上部からアクセスする部分両方とも結構マチが取られているので、かなりいろんなものを収納しておけるポケットになっています。マチだけでなくて深さも結構あるので、こういった折りたたみ傘なんかを入れてしまっても全然余裕で入るぐらいの容量になっています。あとこの中にも小分けポケットが2つずつ上下で縫い付けられているので、こういう財布なんかを中に入れて整理整頓しておきたいっていう人にとっても非常にいい設計になってるなと思いました。あとここの部分は結構傘を差していても背中からはみ出てしまって雨に濡れやすい部分だったりするんですが、この真ん中のファスナーのところは覆われるようになっていて、水滴が上から垂れても中に入りづらい仕組みになっていたり、この上部のファスナーについても YKK のやつでパッと見止水ファスナーっぽいものがついてるので、雨がこのファスナーの部分に直接当たっても浸水しづらい構造になっています。あとこの地味にここの両側にファスナーを引く時のプルがついていて、閉める時も開ける時もカバンを固定しておけるっていうのもかなり使いやすいポイントだなと思いました。あとこの上の部分にはこういうキーリーシュがついていて、これ取り外し可能なこういったリングなんですけど、これの縫い付けられてる位置もこっち側でファスナーを全部開閉しなくても取り出せるような位置に配置されてるので、ここも考えられてるなって思います。次の良かった点がこの両サイドのボトルポケットです。結構大きめのボトルポケットが両サイドについているので、折りたたみ傘だったりペットボトルなんかをさっと収納しておくポケットとして非常に使いやすいです。こういう長いもの以外にもこういうスマートフォンだったりモバイルバッテリーみたいなのをさっとラフに収納しておくポケットとしても非常に使いやすいんじゃないかなと思います。次の良かった点が高い自立性です。このバックパックは結構雑に置いても倒れづらい、この底面が地面に対して平行にまっすぐになっているので、地面にカバンをポンって置いた時にさって立ってくれるのは非常にいいなって思います。ただこの底の部分に芯材とか入ってないので、荷物の入れ方によっては結構倒れたりすることもあるんじゃないかなって思いますが、基本的には結構パリッとした素材なので、今これ何も入れてない状態ですが自重で負けて倒れちゃうみたいなことはないです。ただPC を入れた状態で中に何も入っていないと結構ここの部分がくしゃーっとなってきてしまうので、荷物の入れ方には注意が必要です。次の良かった点が背面の通気性です。裏側を見てもらえると分かるんですが、背中に対して接地面がかなり少ない設計になっているので、ここに風が通って背中が蒸れにくいような設計になっています。このクッション自体も結構厚めのクッションでメッシュ素材が使われているので、通気性に関してはかなりいい方なんじゃないかなと思います。この腰に当たるクッションも結構分厚くて腰が痛くならなくて気に入ってます。ここまでがこのバックパックを使っていて良かったなって思った点でした。ここからは使っていてちょっと気になるなと思った点を話していきます。まず1つ目の気になる点は、このトップの部分のシルエットが崩れやすいという点です。このバックパックは全体的に
こう薄手の生地に覆われているバックパックで、芯材なんかあんまり使われていないものなので、潰すとギュッと潰れるようなそんなバックパックです。なのでこのトップポケットにモバイルバッテリーだったりスマートフォンだったりこう重いものをたくさん入れていくと、どんどんこういう風にシルエットが崩れていってしまうので、背負っていてちょっと気になるなと思いました。あとはこのメインスペースに重いものを詰めると、こうカバン全体が下に垂れ下がっていくので、デザイン上結構ここは斜めになっていてそんなに気にならないと思いますが、場合によってはぐーっと下に引っ張られているような見た目になってしまうので、この辺気になる人は結構いるんじゃないかなと思います。2つ目の気になった点は強度についてです。このバックパックは表面の素材やこのメッシュの部分、あとはこの裏地に至るまで全てポリエステルが採用されています。ポリエステルの中ではかなり強靭な方かと思うんですが、やっぱり外側の部分は結構擦れて摩耗したりだとか、こう地面に置いたりだとか、そういう外側からのダメージを受けやすい部分なので、ここは使っていくとどんどん劣化が目に見えてくるんじゃないかなって思います。1ヶ月ぐらい使っただけで、結構こういう風に使用感が出てるのもわかるんじゃないかなって思いますが、これがどんどん年数を重ねるごとにくしゃくしゃってなってきたり、白いシミだったり傷みたいなのがどんどん目立っていって、見た目的な劣化が免れないっていうのはちょっと気になるなって思います。あとこの YKK ファスナーなのはすごくいいんですが、この引き手がなんというか結構 PU 素材、プラスチックっぽい感じの素材で、これがどんどん年数が経ってくるとどんどん白くなったりとか切れたりとかしそうだなっていう感じがするので、個人的にはこのプルは紐とかナイロンベルトみたいなものだったらもっと良かったかなって思います。このプルの部分は Amazon とかで結構いろんなパーツが売られてるので、自分でカスタムしちゃうっていうのも全然ありですが、全体的にこの柔らかいプラスチックみたいなものが使われてるので、ここはちょっと安っぽいなって思いました。あとこのショルダーハーネス自体はかなりしっかりしていると思うんですが、やっぱりこの付け根のところ、ここにバータックがガーって縫われてないのはちょっと気になるなって思います。触った感じ、このバックパネル、この背中部分に入ってる硬い芯材にハーネスと芯材をまとめて縫い付けられてる感じがするので、そこまですぐ抜けそうって感じもしないですし、あとこのハーネス自体も結構下まで入っているので、こうやって引っ張っただけで簡単に抜けるようなそんな感じはしないですが、この辺の強度は使っていかないとあんまり分かんないとこですし、そんなに期待しない方がいいんじゃないかなとは思います。次の気になった点はこのボトルポケットのデザインがシンプルすぎるっていうところです。両側についていてざっくり使えるポケットとしては非常に優秀なんですが、欲を言うとこの下の部分に水を排出するような穴が開いていたらもっと良かったですし、さらにここの口の部分がゴムバンドとかで伸びたり収縮したりする構造だと大きめのボトルポケットなんかも収納できたり、あとはボトルを収納した時にギュッとちゃんと締め付けて固定してくれるみたいな、そういう安心感もあるので、ボトルポケットがあること自体評価が高いんですが、機能的かと言われるとそうでもないなとは思います。あと普通に使っていると結構こういう感じで上が開いているので、濡れた折りたたみ傘だったり結露したペットボトルなんかを収納するともちろん中に浸水してしまう恐れがありますが、雨が降ってきた時に中に水が入りやすいデザインにもなっているので、全体的にはある程度撥水性はあるとは思うんですが、雨の中で使うとこのメインコンパートメントだったりこのボトルポケットの部分から浸水してくる恐れはかなりあるんじゃないかなって思います。ここまでが少し気になる点でした。全体的には値段以上の価値があるとは言いましたが、コスパが高いのかと言われると、全体的な劣化の速さだったり細かい部分の機能性を考えると、僕は3万円ぐらい出しても、コーデュラバリスティックとかのバックパックを買った方がコスパいいんじゃないかなと思います。1、2年で使い潰す覚悟で買うんだったら全然ありなんじゃないかなと思います。という感じで素材の部分だったり強度の部分はかなり気になるんですが、このバックパックの形としての完成度はかなり高いなって思いました。ハーネスにチェストストラップがついてるんですが、ここもちゃんと脱着式で外せるようになっていたり、トップハンドルも結構持ちやすかったりと、機能的なバランスはすごくいいですし、実際に使っていてめちゃめちゃ使いにくいなみたいなところは一つもありませんでした。使い勝手という意味ではかなり評価が高いので、この形が気になっている人は全然買ってみるのもありなんじゃないかなって思います。バックパックを使う頻度が低い人だったり、あとあんまり重い荷物を入れない人にとってはもしかしたらこれがベストな選択肢なのかもしれません。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバックパックのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。
もう一つのチャンネルのイミグラムでは言葉では表現しきれないバックパックの魅力を 4K 映像で隅々まで見ることができます。こちらもぜひチェックしてみてください。 X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。 YouTube メンバーシップでは僕の開発中のバックパックの進捗情報だったり、僕が使ったバックパックを次の人に譲渡するセカンドオーナー制なんかを特典として用意しているので、気になった人は概要欄からチェックしてみてください。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。